今回の動画では歪みのデジタル臭さについて科学してみようと思います。こんにちは、イザムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。で、今回のテーマはですね、ちょっとめんどくさいというか、いろいろごちゃごちゃ言ってますが、まだ結論は出てませんが、思ってるところ、気づいたところ、分かったところを共有したいと思います。マルチエフェクターのデジタル臭さって何か、デジタル臭さって具体的に言語化できますかってところをちょっと考えてみました。で、私が思うデジタル臭さとはアーティファクトじゃないかなって思ってます。で、アーティファクトって何っていうと、モデリングの技術がどんなに進んでも、特にハイゲインの時に発生するアーティファクト、ちょっとね実際に聞いてみましょう。わかりましたかね。高音源を動かしてる時に下の方でちょっとキュオーキュオーキュオーみたいな感じで言ってるやつ、あれがアーティファクトです。波形的にはこの黄色で囲ったピークのところ、これは目立って聞こえるところで、かつ整数倍に並んでいる波形になります。これは要は高次高調波っていうことなので、元の波形に関係する音なんですけど、下のところの赤いところ、この高調波と高調波の間にうねうねうねって出てきたりするようなところ、この辺が、耳について聞こえてる、かつ元の音の高さに関係ない、元の周波数に関係ない音になってきます。これがアーティファクトです。なのでアーティファクトっていうのはどう聞こえるかっていうと、高音域の不協和音として聞こえてきます。何が起きているかっていうと、折り返し歪みっていうのが発生しています。で、それが歪みによって大量発生して、でそれが高調波で折り返ってくる。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですね。折り返し歪みとか折り返しノイズとか言うけど、エイリアスノイズっていうふうに一般的に言われます。これは PCM 方式の基本であるサンプリング周波数の半分の周波数までが理論上収録可能だっていうところに対して、このサンプリング周波数の半分の周波数、ナイキスト周波数を超えたそういう信号がエイリアスノイズの原因になりうるということです。で、絵で描くとこういう感じで、こういう波形がもしあったとします。この波形が今ナイキスト周波数が2分の fs っていう設定の時にこういう波形が出たとすると、ここより上の波形は収録できないってことになるんですよね。じゃあそれがどうなってくるかっていうと、ここではちょっと細かい説明はしないですけど、折り返すこっち側に現れてくるんですよ。この辺で鳴ってる音、本当はこの辺の音が鳴ってるのにこの辺で聞こえるとか、この辺で鳴ってるはずなのにこの辺で聞こえるだとか、そういうことが起きます。それがエイリアスノイズですね。なのでこれをちょっと視覚的に確認しようということで、評価計自体はこんな感じで、トーンジェネレーターからスイープ信号を出して、それが何かエフェクターに入っていって、そのエフェクターを出てきたところのスペクトルを記録しますって感じですね。で、どういうふうに見ていくかっていうと、これはさっきで言うここのトーンジェネレーターの出力を直接スペクトルで見たっていう感じのやつになります。スペクトルで見たっていうとちょっと正しくないかもしれないですけど、横軸これ時間です。時間とともに周波数がだんだん上がっていく、こういうふうに斜めに上がっていくっていう測定を行ってます。信号が強ければ強いほど色は明るくなるんで、単純なトーンが低い周波数から高い周波数まで時間をかけて変化していくと、ここはまっすぐにピーッとなるはずなんですね。で、ここにちょっともやっと出てるのは、これはこの測定計自体が持つノイズ成分なので、ここではあんまり気にしないでください。で、もし信号を歪ませたら、歪むっていうことは高次高調波が出るっていうことなので、この信号、元々の信号に対して平行にこういうふうに出るはずなんですよ。要は例えば1キロどころかな、1キロここか、1キロの信号があったとしたら、それに対して2キロ、3キロ、4キロ、5キロ、6キロ、7キロ、8キロみたいな感じで上の方に出ていくと、っていうのが正しい出方
正しいっていうか、こういう風に出るのは自然ですよってことですね。で、今言った通り、例えばこの辺の音、ちょっと高めの音はこの辺の周波数も出るはずなんですよ、本当は。それってナイキスト周波数を超えてるんですね。さっき言ったナイキスト周波数を超えた信号は折り返ってくるっていうことをこの図上で表すと、こっち側にこう降りてくるっていうことなんですね。なので例えばこの辺の音が鳴ったとすると、そうすると本当はこの辺に出るはずの波形がこう下側に降りてくるという風な感じで、本当はもっと高くて聞こえないはずの音がなぜか低い方に聞こえてきちゃうっていうのがエイリアス歪みっていうことなんですね。なのでこんな感じに過聴域に入ってくる、過聴域に折り返ってくる、それがナイキストノイズじゃなくてエイリアスノイズっていうことで、ここら辺に現れてきますっていうことです。じゃあ実際にどういう風になってるのかっていうのを見てみましょうって言うと、こんな感じなんですよ。これが実際にアンプシミュレーターを通った時の音、アンプシミュレーターにスイープ信号を入れた時の、測定結果になります。で、上の方が暗いのは多分キャビネットシミュレーターが効いてて、こんな上の方の音なんか出てこないよっていうことになってます。下のところが暗いのもその通り、そんなに低いもので出ないよってことですね。で、さっきも言った通り、本当はこういう音に対してアンプで歪んだ音はこういう風に出るんですけど、それが上の方までバーッと出ていって折り返ってくる、折り返ってきてるのがここにこういう風に見えてきてるわけですね。この黄色で囲っているところ、よく見ると上から下にこうたくさん降りてると思うんですけど、これが折り返しのノイズなんですよ。アーティファクトです。これがこの過聴帯域の方に発生してるから、キュルキュルキュルとかそんな感じで聞こえるということですね。ということで、じゃあここから先は実際に測定した、アナログエフェクターでやった時のこの測定の波形、あとマルチエフェクター、ナムローダーとかその辺の波形を見ていきたいと思います。で、分かりにくいかもしれないですけど、このオーディオインターフェースの、出力から入力に直接つないだ時、この時にどうなってるかっていうと、さっきの絵はこんな感じになります。ちょっとね、これ定値の意味が分かりにくいかもしれないんですけど、マイナス 60.29、要は、これってこの、本来出てくるスペクトルと高調波として出てくるスペクトルのパワーの差をデシベルで表してます。なのでここが0に近ければ近いほど元の信号とエイリアスのノイズが、近いということになりますと。で、この下の図はこれ分かりにくいかな。これ横軸が周波数で縦軸がエネルギーになってます。で、緑が元々のシグナル、信号で、赤が、高調波になってます。で、ちょっとこれ低い方はフィルターかけてるんで見えてません。なので今これは 200Hz、300Hz かなぐらいから上が、信頼できる値というか意味のある値になってます。分かりにくいかもしれないですけどね、こういうことをやってます。なのでこれさっきも言った普通に直結してる時には、この辺は基本的に折り返しの歪みは出てないし、ここはもともとこの測定計が持ってますよっていう感じですね。で、こっからですね、こっからよいしょ、ちょっと見ていってみましょうか。まずメタルゾーンやりました。メタルゾーン。これどうだったかっていうと、マイナス 48.65。この数字はもうあんまり意味はないんで気にしないでください。もう波形を見てください。アナログのエフェクターは、とにかくこの下側が綺麗。要は折り返ってきてません。ね。綺麗でしょ？で、これが、今メタルゾーンでこうでした。他にでもいくつか見たんですよ。ラットもこうです。もう綺麗。折り返ってない。ちょっとなんか上の方少し折り返ったりしてるのは、多分これはオーディオインターフェースの側の問題かなと思ってます。で、さらにアイマスターですね。めちゃくちゃ歪むっていうことでアイマスターも持ってきましたが、アイマスターだって結局上はもうすんごいたくさん高調波出てますけど、下は静かです。なので折り返し歪みなんていうのはもちろんアナログエフェクターのだから出ないと。あとボックスのカッティングエッジなんかもとっても下のところは静かですという感じです。これがアナログエフェクターです。
じゃあデジタルエフェクターはどうなのっていうことで、20年前だけど2496の、Zoom G2.1U どうだったかっていうと、こんな感じです。がっつりこれ折り返ってますね。これ確かキャビシミュが入ってるんで、上のこの8キロより上のところとかは全部バッサリいってるんですけど、それでもこんなにドガーッと折り返ってきてるし、さらにこれ10キロより上の音が入った時に、聞こえるところにドバーッと出てきてると、そんな感じになってます。で次がこれは Zoom のマルチストンプですね。 50G プラス、これメタルゾーンのモデリングにしてやっています。で実機のメタルゾーンとは違ってやっぱりこういうふうに折り返りがバサーッと出てるという感じですね。で次が、新しめのところでタイニーストンプですね。ソランのタイニーストンプは48キロサンプルなんですけど、これもやっぱり結構ふんだんに折り返りが発生してるとね。200、300Hz ぐらいの音の時ですらもうこんな折り返ってきてるよって感じですかね。あとはこれ最近手に入れたベルリックス、これもキャビ入れてるからこう下の方とかで上の方とか出てないんですけど、こうあっちり折り返りがいっぱい発生しちゃってますよって感じになってます。なるほど、アンプシミュレーターはそうなのねと。他の機種もちょっと見ていってみましょう。NAM を実行できるということで、GP50、GP50 も見てみましたが、これもやっぱりがっつり折り返ってますね。で GP50 の、ホワイトボックスアルゴリズム、だとどうなのかっていうところも一応見てみたんですけど、やっぱりがっつり折り返ってますって感じです。さらにはブラックスターのビームミニですね。これのアナログ出力から撮ってるんですけど、これ、プリインされてるセントジェームスですね。これもやっぱりふんだんに返ってきているし、ふんだんにってことじゃないかな。この辺薄いから。あとビームミニにNAM-A2 のセントジェームスを当てた時もやっぱりこう折り返ってますよって。なのでこれって A2 ライト、NAM-A2 ライトが動くデバイスなんですけど、ネイティブで動くんですけど、それでもやっぱりアーティファクトは発生するんだな、高音源をキュイキュイやった時にキュイキュイ言っちゃうってことは発生するんだなってことですね。ってことが分かりましたと。ちなみにイニシエの PodXT で見た時もこんな感じで、入力音が高いとたっぷり、折り返ってくるよっていう感じのことが起きてます。でこっから先はちょっとねいろいろやってるんですけど、例えばラットの実機はこうです。でラットのこれなんだっけ、ラットのナムですね。ラットのナムを A1 のやつで落としてみるとこんな感じ。ちょっと折り返ってるのかな。でもだいぶ少ないですね。とかあとそれの A2 のやつだとどうかっていうと、案外ね A2 が結構折り返ってるんですよ。A って感じじゃないですかこれ。しかも A2 のスリムが0だからライトじゃない、フルの方ですね。A2 のフルでこんな盛大に折り返ってて、で A2 のライトね、これ一応ラットの A2 のライトにしてるんですけど、それもやっぱ折り返ってると、案外A 版より A2 の方が折り返ってんだみたいなことが分かりました。あとはフルリグの、人気のナムなんかを使ってやってます。 A1 だとこんな感じ、マイナス 24.49 っていう感じでした。折り返っちゃいますよね。高い1キロ以上の時かなに折り返ってるって感じでした。で同じナムの A2 のものだと若干折り返しが多いのかな。そんな変わんねえか。ただ1キロ以下の入力の時に
少しもやってるから1キロぐらいの時にも出てる。要はなんだろうな、こっちの方がより高い麹高張波まで扱ってるってことかもしれないですね。でさらにライトだとこんな感じということで、結局ね A1、A2 をこれパソコンでゲートウェイでやっても同じように、折り返しは発生してましたっていうところですね。ちなみにその時の条件としては96キロで、ゲートウェイの折り返しはこれはもうパソコンの中で折り返ってるんでアナログの影響、オーディオインターフェースの影響は起きてません。具体的にはどうやってるかっていうと、なんだっけ、エレメントを使って、こいつをスタンダードロンで動かすのと、あと VB マトリックス VB オーディオマトリックスでルーティングをしてるんで、パソコンの中で Azure ドライバーの中で回してるっていうような感じでやってます。48キロだとか96キロに設定してやりましたということでございます。ということでですね、歪みのデジタル臭さって何かっていうところを追っかけてみました。デジタル臭さっていうのは PCM 方式だから起こりうる高音域の折り返し歪み、エイリアス歪みのことだと思ってます。でそれを視覚的に捉えるとこんな感じなので、これが過聴域に出てこないアナログエフェクターのようなこういったスペクトルで見えるようにならないと、デジタル臭さっていうのは人は気になってしまうのかもしれないですね。はい、ということで、デジタル臭さ可視化してみましたっていう実験でした。もうすごい長くなっちゃったね。どこまで皆さんついてこれてるか分かりませんし、僕自身もまだ、理解が、足りてないところがあると思ってますが、こんな研究というか、こんなことをやってますということのご紹介でした。はい、それでは、今日の動画は以上となります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。今回の動画ではデジタルのハイゲインにおいて生じるアーティファクト、エイリアスノイズの対策について確認していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。前回の動画ではデジタル臭さの正体みたいなのを出してみました。これがとても好評をいただきまして、過去にないほどのたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。で、軽く振り返ると、デジタルマルチなどのハイゲインの時に裏の方で不自然な音が聞こえる気がする、なんとなく感じていたけれどうまく表現できない、そんな違和感を定量的に評価してみた動画でした。折り返し歪み、エイリアスノイズと呼ばれるようなノイズがその正体で、自作のツールを使ってアナログだと起きない、デジタルだと起きるっていうのをグラフで可視化して説明していました。もしまだご覧になっていない方は是非見てみてください。で、この折り返ってくるアーティファクト、エイリアスノイズですが、じゃあどうすればこれを消せるのってのが気になるところだと思います。今回はそこに注目していきたいと思います。その前にまず改めてエイリアスノイズを目と耳で確認してみましょう。それではどうぞ。わかりましたでしょうか？アナログの歪みは非常にスッキリして聞こえますが、デジタルの歪みではギターの音の裏の方でヒューみたいな、そんな音が聞こえていたと思います。今回はよりわかりやすいように手持ちのデジタルエフェクターの中でもエイリアスノイズが大きいものをあえて使いました。デジタルの歪みでは内部処理によってこのエイリアスノイズの聞こえ方が機種によって違ってきます。その大きな差を作っている処理がオーバーサンプリングになります。エイリアスノイズはデジタル変換における数学的なノイズなので、自然感にない出方をするんですよね。なので基本の音が上昇音程の時にエイリアスノイズは下降するんです。先ほどもギターの音は微妙にしかピッチを揺らしていないんですが、エイリアスノイズはそれと調和しない音程の変化をしていました。
綺麗な偶数倍の高調波ではないので、不協和音として違和感があるように聞こえます。ここでちょっとだけ、特にオーディオに詳しい人への注釈です。今回の議論では、オーディオにおけるデジアナ変換のオーバーサンプリングの話ではなくて、エレキギターならではの意図的な歪みをデジタルの信号処理で作ることによるエイリアシングについて論じています。ピュアオーディオとは全く違う考え方なので、あらかじめご承知おきください。では、なぜオーバーサンプリングでエイリアスノイズが減少するのかといったところの前に、オーバーサンプリングとは何かについて改めて説明します。ディストーションなどで波形を歪ませると高調波が出ます。高調波とは基準の周波数の整数倍に現れる波のことです。で、歪みが強いほどふんだんに高い方の周波数まで高調波がたくさん出ます。で、簡単のために周波数特性をオレンジのカーブで表しておきます。ここでデジタルの PCM 方式の基本を確認しましょう。PCM では高い音というのはサンプリング周波数の半分の高さまでしか収録できないっていう特徴があります。この高さをナイキスト周波数というんですが、それ以上高い周波数はどうなるかというと、壁で跳ね返るように折り返されるんです。これが折り返し歪みの正体です。これはデジタルだから起きる、 PCM だから起きる現象になります。これを絵で表すとこうなります。もともと表したい信号がオレンジのような周波数特性だったとして、一般的にサンプリングは人が聞こえる音の範囲をカバーできるように設定します。48kHz のサンプルの場合はナイキスト周波数は 24kHz となって、一般に人が聞こえると言われている 20kHz をカバーできるようにしています。なんですけど、オレンジの線のようにナイキスト周波数を超える信号がある場合に、ナイキスト周波数で折り返って聞こえる範囲にノイズとして現れてきます。これが折り返し歪みです。これって言ってみれば、ピッチャーが投げたボールがナイキスト周波数の壁にぶつかって跳ね返ってくるような、そんな感じです。つまり壁を2倍の距離に遠くすれば跳ね返りも弱くなる。これが2倍のオーバーサンプリングをするっていうことです。折り返す壁が2倍に遠くなるので、そこまで届く間に広域は減衰しています。さらにここで跳ね返るので、折り返す量も減って聞こえる周波数の範囲に入ってこない。オーバーサンプリングにより壁が遠くなって投げたボールが戻ってこなくなる。これがオーバーサンプリングでエイリアスノイズを防ぐやり方です。ただ、デジタルの歪みで高調波がたくさん出るっていうのは、高い周波数まで届く強い球をピッチャーが投げる感じになります。2倍にしたところで聞こえる範囲に跳ね返ってくる場合があります。ではどうすればこの折り返しが返ってこなくなるか。ピッチャーが優しく投げるのもありですが、それだと音が変わっちゃいますよね。ハイゲインの剛速球のまま聞こえる範囲に折り返さないようにするには、この壁を高くすればいいんです。つまりサンプリング周波数を何倍にも上げる。折り返す周波数を過長帯域よりずっと高くする。それによって剛速球も跳ね返って戻ってこれなくなる。これが高倍率のオーバーサンプリングにすることの狙いです。それでは検証に行ってみましょう。今回はニューラルアンプモデラーにオーバーサンプリングの機能が追加された NAM on ステロイドというバージョンを作っている開発者がいたので、そちらのプラグインを使っています。 DLC863 ありがとうございます。 Thank you DLC86。 同じ音作りの条件のもと、オーバーサンプリングの倍率のみを変えてエイリアス歪みがどのように変化するのかを評価します。条件はこのようになります。NAM としては同じもの、ただし A1 と A2 のバージョン違いを試します。こちらに書いてある、JP's Out of Tune さんのものを使います。で、入力信号には 24km までのスイープ信号経路は PC 内で完結させるということで、アナログの影響を排除しております。で、前回に引き続いてまた今回も自作のツールを使って検証していきます。このツールは GitHub に公開しておりますので、もし興味ある方はご自由にお使いください。で、実際の測定は今回の動画では割愛します。今回の測定を行う前に YouTube の生配信でオーバーサンプリングの効果を確認していました。その時のアーカイブも残っていますので、興味がある方はそちらをご覧ください。一旦この条件でスイープ信号じゃなくギターの音を入れた時の聞こえ方を冒頭のようにスペアで見ながら聞いてみましょう。
ぶっちゃけオーバーサンプリングのないナムでも安物のペダルと違ってエイリアスノイズは少ないです。さらに2倍のオーバーサンプリングにすることで十分聞こえなくなっているような感じでした。ですがね、今回はあくまで評価ということで、ギターのインプットよりもより厳しい条件であるスイープ信号の場合について結果を見てみましょう。はい、それでは、結果を見ていってみましょう。これ今 A1 でのオーバーサンプリングなしの状態です。この辺やっぱりこういう風に折り返しが出てますね。これがオーバーサンプリングを2倍にするとこうなります。この辺だいぶ薄くなりましたね。でもやっぱりまだこの辺100Hz から 1kHz の間はこの辺ぐらいにやっぱりまだモヤモヤっとある。1kHz からもっと上の方だとやっぱりまだ残ってて、結構多分耳についちゃうんじゃないかなって思います。さらに4倍にするとこんな感じでだいぶ薄れてくると。入力がめっちゃ高い方だとまだ少し残ってるけど、でもこの辺だいぶ少なくなってきたかなって感じですね。でさらに8倍だとさらに静かになった感じで、 A1 は16倍にすると残念ながらノイズが入ってしまったので、うちの PC うちの環境だと処理落ちが発生してるっていうそんな状況でした。続いて A2 ですね。 A2 のオーバーサンプリングなし、こんな感じでした。でこれをオーバーサンプリング2倍にするとこうなりますと。まだ残ってるねって感じですかね。でさらに4倍にしてこのぐらいだいぶ綺麗になってきたかな。で8倍でこんな感じで、うちだと16倍までやってもできましたと。マイナス 66.86 って多分今回の測定の中で一番、折り返しが少なかったのはこの A2 のフルを16倍オーバーサンプリングした時ですね。でこちらも32倍にするとまともに動かなかったのがノイズがガビガビに入っちゃいましたって感じです。じゃあオーバーサンプリングなしの状態で A1 と A2 ってどう違うのかっていうと、 A1 がこんな感じ、 A2 がこんな感じ。 A2 の方が若干静かかもしれないですね。はい、ということでですね、特に A2 の場合は処理量が軽くなったことも影響してるのかな。16倍のサンプリングでも処理落ちすることなくうちでは実行できました。なのでオーバーサンプリングをすることによってオーバーサンプリングなし、オーバーサンプリング2倍、4倍、8倍、16倍っていう感じなのでどんどん改善していくっていうことが確認されました。で A1 の8倍よりも A2 の8倍の方がいいし、値はいいし、さらに A2 だと16倍までできるよっていうことを、うちの環境だと16倍までできるよっていうそういう結果でした。結果を表にまとめるとこんな感じですね。A1 より A2 の方が全体的に ASR が良かったです。でかつ A2 の方が処理量が軽いせいか16倍まで安定して動作することができました。32倍はどちらもまともに動きませんでした。これを視覚的に表すとこうなります。青が A1、赤が A2 です。オーバーサンプリングオフの状態ではこんな感じでした。これがオーバーサンプリングの倍数を高くしていくと A2 においては16倍までいってマイナス66ぐらいエイリアスのない音で測定できました。ということで折り返しによるエイリアスノイズについての対策はオーバーサンプリングが効くということを長官でも視覚的にも確認しました。じゃあこの対策はマルチエフェクターは全部採用すればいいじゃないかってなると思うんですけど、それはちょっと難しいんです。オーバーサンプリングするとなると扱うデータの量もそれだけ増える。よってプロセッサーやメモリーの量に影響するんです。マルチエフェクターは歪みの音作り以外にも IR とか空間系、画面の表示などやることが多いので処理量は節約する必要がある。安価なエフェクターだとメモリーやプロセッサーの処理量をケチった部品を使っているのでどうしてもオーバーサンプリングを十分にできなかったりするんですね。で音が良いと世界中で絶賛されているハイエンド機、例えばケンパーはアンプの歪みの段階で16倍のオーバーサンプリングをかけてノイズを物理的に遠ざけているって開発者が言ってました。またフラクタルの AXFX3 などの製品も歪みエミュレーションの裏側で2倍とか4倍のオーバーサンプリングを実施しているようです。ソヌラブのストンプステーションプロも16倍もの力技でナムを動かしています。逆にこれほど強力なプロセッサーを積んだクワッドコーテックスであってもマルチエフェクターとして全体の同時処理や低レイテンシーを最優先しているようでオーバーサンプリングについての明確な情報はありませんでした。海外のフォーラムでは
一部耳のいいユーザーからエイリアスノイズの指摘が上がっているようです。 PC 版のプラグインのように贅沢に何倍ものオーバーサンプリングをハードウェア内部で全ブロックにかけるっていうのは処理能力やメモリの限界との戦いなんです。つまり高級機が高い理由は単にパーツが高いからではなく、超高倍率なオーバーサンプリングをリアルタイムで、しかも超低レイテンシーで処理するだけのバカ高い演算パワーを持った DSP を積んでいるからになります。これらは実機を持っていないので、海外の開発者フォーラムや公式のアップデートログを調べた結果ですけどね。とはいえ PC 版であれば無償のナムオンステロイドなどのプラグインを使って PC の有り余る CPU パワーをぶっ込むことで、これら数十万円クラスの高級ハードウェアに匹敵する、あるいはそれを超えるクリーンな歪み特性を手元で再現できてしまうと。これが今のデジタルオーディオの最高に面白いところかなと思います。ということで今回は前回の続きとしてエイリアスノイズに対する正攻法の戦い方を解説しました。今ある機材で何とかしようとする場合は、入力する音の広域をあらかじめ切っておくとか、歪みを抑えて高調波を少なくするってことだと思います。でもそれって本来作りたかった音とはかけ離れてしまう可能性もあります。ハードウェアを買い替えるのは簡単にはいかないですけど、ナムなら簡単に試せるので、ぜひ皆さんもオーバーサンプリングの効果を確かめてはいかがでしょうか。あとハードウェアとしては、正直単体で聴かなければバンドアンサンブルの中などではエイリアスノイズはバックに漏れて気にならないと思います。ここまで調べ上げてから言うのもなんですが、細かく考えずに楽しむっていうのが一番いいと思ってます。プレイヤーだからギターの演奏を楽しめばいいと思います。それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。今回の動画ではデジタル臭さの要因の一つエイリアスノイズを実際に聞いてみます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。最近の僕の動画ではエレキギターのディストーションをデジタルで作る際に違和感のある出方をするデジタル臭さの一因である折り返し歪みエイリアスノイズについていろいろと調査をしたり、オーバーサンプリングで対策したりといろいろ実験してきました。今回はその続きなので、ぜひともこれまでの過去の2回の動画を見ていただけると楽しく見られるのではないかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、まだご覧になっていない方はまずそちらからどうぞ。ということで、これまでにエイリアス歪みについてはハイフレットの音を出した時の裏で聞こえる不快な音の例としてサンプルを出していました。スペアナで高いピークよりも低いところで左右に動いている山として視覚的に表現していました。ですけどスイープ信号での測定の時のモヤモヤっと見えるこのグラフって可視化はしてましたけど、音はお聞かせしてなかったんですよね。今回はそれを皆さんと聞いていきたいと思います。今回あらかじめ取得しておりますので、順に見ながら聞いていきましょう。ここから先はそれぞれの設定においてエイリアスノイズの出方を視覚的に確認します。その後それがどう聞こえるのか実際に聞いてみます。その時にまずは入力された音がどう歪んでどう高調波が立って、それが折り返ってどういう風にエイリアスノイズが聞こえるのかっていったところをまず聞いてみます。その後ですね、できる限り高調波は落として折り返ってくる成分ができるだけ聞こえるようにという風な形で取得してみました。ちょっと原音も漏れて聞こえてしまってますが、そんな感じで各種設定でどのように聞こえるかといったところを視覚的にも聴覚的にも確認していきたいと思います。なので、ここからはグラフの確認、出力の確認、アーティファクトの確認、この3点で進めていきます。まずはですね、ナムとしてはナムオンステロイドを使っていきます。で、一番最初に基準となる何もナムを入れていないただのスルーになっている状態、これの結果を見ていきましょう。この場合は入ってくるスイープ信号がそのまんま出力されていきます。なので歪みによる高調波も出ていなければ跳ね返ってくることによるアーティファクトもありません。
ではここを基準に順に見ていきます。ではナムで音を歪ませた時のトーク性について確認していきましょう。これは前回も使った5150のフルリグに音を通した時の波形になってます。基準のスイープに対して整数倍に倍音が出ています。それが高いところで折り返ってだんだんこう降り注いでいるようなそんな風な波形になってます。でこちらが A2 アルゴリズムなんですけどオーバーサンプリングなしの状態ですね。でちなみに ASR としてはマイナス 27.72 でした。ではこちらの音を聞いてってみましょう。まずはオーバーサンプリングなしの音です。こんな感じでね、高い音が入ってきてる時にこの辺に横に動く山が見えますね。ではこれを極力アーティファクトに注目して聞いてみましょう。いかがでしたでしょうか。まさにこの降り注いで下から反射してみたいな感じの画面で言うとここの左右にこう高い方から低い方に移ってまた高くなっていってみたいなそういう波形が見えたかと思います。もう一回見てみましょうか。みたいな感じですね。これがアーティファクトです。なのでこれがオーバーサンプリングなしの時ですね。ですね、じゃあ次は2倍のサンプリングオーバーサンプリングをやった時で見ていきましょう。これがオーバーサンプリングなし、2倍だとこのぐらいで割とこの辺がすっきりしてきたかなって感じですかね。数字で言うとマイナス 36.71 ということで10デシぐらい9デシぐらい、改善してるってことになります。それじゃあその状態で音を聞いてみましょう。やっぱりねこの辺にこう横に動くのが見えたんじゃないかなと思います。これもアーティファクトに注目して聞いてみましょう。こんな感じですね。やっぱり2倍にすることで少し減ったかなって感じですね。では続いて4倍見ていってみましょう。4倍だとさっきの2倍からこの辺ね、この辺見といてくださいね。この辺がこんな感じに、だいぶこの辺がスッキリするのかな。折り返しが抑制されていくのが4倍かなってところですね。でこの時の数値的にはマイナス 49.32 ということでさっきと比べてさらに13デシぐらい良くなってます。4倍にすると13デシぐらい良くなりますってことのようなので、じゃあ4倍の音も聞いてみましょう。まずフィルターなしです。
はい、いかがでしたでしょうか。まだちょっと横に動いてるのが見えるかなって感じがしましたね。音としてじゃあどれぐらい聞こえるのかっていうのももう一回、フィルターされたもので聞いてみましょう。はい、こんな感じで聞こえるのが4倍のオーバーサンプリングですね。じゃあどんどんいきましょう。8倍です。8倍だとマイナス 60.29 まで改善するっていうのが分かってます。その時の絵がこれで、そうですね、だいぶこの辺綺麗になってるかなって感じですね。じゃあこれで音も聞いてみましょう。だいぶ折り返しも小さくなったんじゃないかなって感じがしますね。じゃあ高調波にフィルターをかけてもう一回聞いてみましょう。はい、だいぶノイズは小さくなりましたが、まだいるなって感じですかね。まあでも SN 考えるとだいぶもう聞こえなくなってきてんじゃないかなって感じはします。はい、じゃあ最後かな。A2 でうちの環境だと16倍までがまともに動くので、16倍だとマイナス67の ASR になってました。この状態でもう一度音を聞いてみたいと思います。はい、16倍だと僕の耳にはもう折り返し聞こえてないっていう風に評価しちゃってもいいんじゃないかなっていう風に思いました。ではこちらもフィルターをかけて折り返し成分に注目して聞いてみましょう。はい、こんな感じでさすがにフィルターをかけちゃえばアーティファクトも聞こえるっちゃ聞こえるんですけど、でも他にちゃんとそのメインの信号が鳴ってればそれにマスクされちゃうと思うんで、もう気にならないレベルになってくるのかなって思いました。なのでオーバーサンプリング16倍ぐらいだと本当にもうだいぶ折り返しもなくなってくるのかなっていうのが今回の実験の結果かなと思っております。はい、ということでですね、今回の動画はとにかくこのデジタル臭さの部分だけ抽出して実際に聞いてみようっていうことでやってみました。で、オーバーサンプリングの倍率を高くしていけばアーティファクトは消えていくというか、だんだん聞こえなくなっていくということもちゃんと聴感上でも確認できたかなと思います。またディストーションをかけた音と一緒に聞いてみるとアーティファクト自体はオーバーサンプリングを上げていけばどんどん小さくなっていくので、ある程度倍率上げていけば
実際に弾いてる時には気にならなくなっていくんじゃないかなっていうのが、こうやって聞いてみても納得できるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、ちょっと今回もマニアックな内容ではございましたが、これまでにも絵にして写してましたこのデジタル臭さの部分について聞いてみようっていう、そういう回でした。はい、では今回の動画はここまでとなります。こんなマニアックな検証動画にお付き合いいただき本当にありがとうございます。ということで、今日はここまでといたします。それではまた次の動画、またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。